温泉開拓団。すごい、これ見て、すごいよ。どうも、温泉開拓団トビです。今日は北海道のニセコに来ています。で、北海道ニセコといえば、スノーボード、温泉が有名ですよね。で、温泉といえば、五色温泉、雪秩父温泉など、硫黄泉が、有名です。で、今日は、こちら、雪秩父の向かいにある大湯沼に来ていまして、ここがゴールではなくて、大湯沼のさらに奥、500メートルぐらい先にある小湯沼がゴールとなります。じゃあ、それでは行きたいと思います。多分30分ぐらいで着くと思います。もうすでに硫黄の香りがすごい。なんか、温泉卵作ってんのかな、ここで。すごい匂いがする。カゴとかもあるし。めっちゃガスっとる。今日の装備は、スノーシューと、あとは、スノボのウェアを着ています。で、雪山登山とスノボのウェアは結構似てるんで、よく代替でできますね。いけるよ。いきまーす。うい。お、いったいったいった。大湯沼が見える。まだ藪が見えるね。夏だったらもう藪だらけで、全然このルートからは来れないんだけど、そんなにひどくはない。こちらの道を進んでます。多分左手に見えてくるはず。で、ちょっと暑かったんで、ウェアの一番アウターレイヤーを脱ぎました。やっぱ雪山登山で一番大事なのは、汗をかいて、インナーを濡らさないことというか、汗をかいて体を冷やさないこと、温度調節はかなり適宜やっていきましょう。結構上級者になるともう最初からもうすごい薄手で登って、で、最初寒いけど、それで体を温める方も結構います。まあ人それぞれですね。インナーの話になると、よくヒートテック着ちゃう人いるんですけど、ヒートテックってダメで、なんでかっていうと、レーヨンっていう水に濡れたら湿っちゃう素材が入ってるからです。汗かいてもすぐに乾く化繊がすごいおすすめで、私個人的にはファイントラックのドライウォームレイヤーとか、そこら辺が汗かいてもすぐに乾くからおすすめです。モンベルさんとかいろんな他のメーカーも出してるんで、一番自分に合うのを使ってみるといいかと思います。ウェアの装備理論みたいなのはまた別の動画で出したいと思います。見えてきました。あれでーす。今日のゴールでーす。あそこにゴールがあって今谷のこっち側にいるんで、なんとかして回っていくみたいな。どこかに降りれるポイントがあるから、降りていって、ちょっと温泉楽しみたいと思います。これ、雪庇になってるからあんまりね、調子乗っていくとね、降りて埋まるからね。なだれ注意報だわ。いやー、なんかそこから行けそうだね。そこでない。これだわ。これだわ。これだ。そのライン。着いたー。イエー。ぬるい36度ぐらい。きっとあったかいとこあるから。あ、でもいけるわ。イエー。辺で卵作れそうじあ、マジか。卵作れるじゃん、これ。持ってきなかったね。先人の温泉卵スポットを見つけてしまった。めっちゃ綺麗じゃないこれ。超綺麗。ぬるっ。嘘。マジで。多分これ、下からポコポコいってるから、下はあったかいはず、と信じたい。じゃあそれで温度チェックしたいと思います。シンプルに寒い。外気今、マイナス何度だろう。おぉ !37.6! お、いいじゃん。一番暑いとこね。行けなくもない。
行けなくもないか？しかない。いや、こっちはもうダメだ。水風呂だ。こっちは 24.3。24.3 なり、右側は。あ、でもこっちの方が意外と暖かいかも。36.4。沼の方が暖かい説。入るか。それでは入手したいと思います。あ、熱い。そこは熱いわ。あ、意外といけるかも。あー、いけるいける。あー、気持ちいい。あー、これはいいわ。想像以上に良かった。いや、なんか、表面は確かに冷たいんだけど、お尻の底から、これ激アツというか、結構あったかいものが出てる。ああ、湯肌塗らねえと。足先が冷てえ。風がしみるー。あ、でもいいわ。こんな感じ。ああ、あったかいあったかい。よし。足元熱すぎ。ああ、すげえ。大きい方の沼もめっちゃ気持ちいい。泥がやばい。包み込まれるあったかさ。うわー。あ、普通にあったかいわ。来てよかった。深い深い。ちょっと泳ぐのマジ怖いけど。ああ。おお。こんな感じ。深い。足がついた。足が沼についた。ドロー。うわ。いかがでしたでしょうか？ニセコの小湯沼に今回はアタックしました。見ての通りこの泥、すごいっすね。じゃあまたこんな感じで動画投稿したいと思うので、いいねと思ったらチャンネル登録、いいね、ぜひよろしくお願いします。またねー。バイバーイ。